ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。おはようございます。今日はね、ホテルの一室からお送りしています。ホワイトボックスではない。窓がでかい部屋。はい。ということで今日は旅の持ち物を紹介していきたいと思います。旅の持ち物紹介と、この部屋のルームツアーをやっていきたいと思います。で、想定としては、一泊二日のハイキングプラス撮影ありっていう風な条件です。はい。そのような条件で紹介していきます。で、最近はもう家にあるものをそのままバックパックに入れて出かけるっていうスタイルをとってます。これまでは結構持ち物にこだわったり、の数にこだわったりして、少ない持ち物。手ぶらでね、一泊二日とか二泊三日とか、行ってたんですけど、なんか最近はね、手ぶらっていうよりかはバックパックに全部詰めて、快適さも重視しながら、なんか歩くっていうことをやってるので、ちょっとね、これまでの持ち物動画紹介とは、またちょっと違う側面が見れるのかなと思います。久々にやっていきたいと思います。で、最近は、夏の終わり頃から、週の半分を東京で暮らして、また週の半分を旅するっていう風な、結構ノマドなスタイルになっていますね。で、その中で自分がこう持ち歩いている道具について紹介していきたいと思います。で、合わせてね、この部屋のルームツアーもしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは参りましょう。はい、持ち物の前にですね、今回持ってきたバックパックです。いつものハイパーライトデイブレイク、17リットルです。こちらにすべて詰めて持ってきています。はい、持ち物ね、すべて並べてみました。はい、全貌としてはこんな感じで、こちらにあるのが三脚。で、これが2つ衣類ですね。服です。で、モバイルバッテリー。で、カメラ。で、AirPods とアダプター、三脚の。で、これがドローン。で、こちらが、衛生用品系です。ハイジーンアイテム。で、こちらが、日常的に使う小物類。で、こちらが行動食。こちらが財布。そして、ペーパーバッグの本1冊になります。で、今回ね、重さはね、2.9 キロぐらいになってます。すべてで。バックパックの重さ含めて 2.9 キロぐらいです。はい、まず衣類ですね。替えの服は、この2つです。で、大和道のオールウェザージャケット、レインウェアになります。と T シャツ1枚。それだけです。この辺はね、もう過去に何度も紹介しているものなので、はい、レインウェアになりますね。これはもう雨降った時に着る用。それから移動中のちょっと寒い時に羽織る用。まだね、気温が今22、3度ぐらいあるので、そこまで使うことはないですね。で、今回雨も大丈夫だったので、使うことはないんですけど、常にバックパックの中に入れているアイテムの一つです。はい。で、一応もう一つなんですけど、C2 サミットの防水バッグに入れてるアイテムは T シャツです。で、これももう何度も紹介してますね。ヒアネスのドライウール T シャツ。はい。これを替えとして持ってきています。で、このままね、また別の場所に移動するときは、これをホテルで洗濯して干します。で、またね、持ち運ぶっていう風にしています。衣類は以上です。はい。続いて、小物類ですね。小物類、まず、ペーパーバッグ。これね、移動中やっぱり、本を読むのがね、楽しいっていうか。で、やっぱスマートフォンで電子書籍持って行ってはいるんですけど、スマートフォンのバッテリーが充電できるかどうかわかんない環境の時には、やっぱりなるべくそのスマホの電力消費を下げるっていうのが結構移動中大事で。なので、割とそのバスとか電車とかね、飛行機とか、そういう時は、割とその紙の本を読むことが多いですね。
だから一冊は持ち歩くようにしています。まあ持たない時もあるんですけど、持ってます。今回は。で、イヤフォン。まあ、AirPods ですね。これは説明する必要ないと思う。はい。で、財布。紀ノ国屋オリジナルウォレット。時丸田中オリジナルウォレット。はい。紀ノ国屋のジップロックを財布にしています。最も軽量、そして防水。完璧な財布です。はい。で、それから、ジップロックにこれもまた入れ、もうジップロック大好きなんですよね、とにかくね。これ山登ってる人わかると思うんですけど、ね、あと旅してる人は、ジップロックの安定感っていうか安心感、ジップロックに全て入れれば大丈夫みたいなとこあるんで、まあ結構破れたりするんですけど、よく。で、これには行動食入れてます。ナッツとドライフルーツと、なんかビスケットみたいなやつを混ぜてますね。で、最近は結構ドライマンゴーとかデーツとか、あとバナナチップスとか、なんかこう、野菜とかフルーツのドライフルーツ系が結構好きですね。甘みがあるっていうか。で、このナッツとやっぱりこう栄養成分が違うので、果糖ですね。果物は結構すぐ吸収されてエネルギーになるっていうことと、で、ナッツはじわじわとエネルギーとして、脂肪分が結構あるので、効いてくるっていうので、その2つのエネルギーを使い分ける意味でも、結構ね、行動食のバランスとして、フルーツを入れるようにしています。はい。で、それからこの2つ、中身を紹介していきます。はい。まずね、山と道のポーチに入っているのがこんな感じ。で、まずエマージェンシーキットです。これはもうほとんど中身変わってないです。で、過去に紹介しているので、そちらもご参照ください。で、いろいろバンドエイドとか、アスピリンとか、頭痛薬とか、ダクトテープとか、そういうものが入ってます。で、昔これ字だった時の名残で、ボラギノールが入ってます。はい。で、これも全然使ってないんですけど、なんかお守りみたいな感じで、まあ、そんな入れてても意味ないと思うんですけどね。なんか、そのまま入れちゃってますね。はい。で、それから、サプリ系ですね。サプリメントを入れる袋。で、目薬。それからこっちがヘッドライト。これペツルのビンディというモデルです。軽い 38g だったかな。ものすごく軽くて、最近はこれ使ってます。で、なぜか印鑑。これもまあ、家にあるものそのものは全部僕の持ち物持ち歩いてるんで、まあ、こういう不要な印鑑とかがあるっていう感じになってます。で、このね、大和道のポーチは、完全防水ではないので、一応止水ジップみたいなものはついてはいるんですけど、完全防水ではないので、この中で、さらにね、ジップロックでロックするっていう感じにしています。で、これは結構バックパックの中に入れたままの時もあるんですけど、割とその山登る時とか行動中は、ヒップベルトですね。腰の方のベルトにくくりつけて、ちょっとポーチ的に使う時もあります。なので、その時に、結構中身が入れ替わったりよくします。で、まあ、このまま、これは基本的なアイテムなんですけど、この中に、例えば、カメラを足したりとか、スマートフォンを入れたりとかね、する時もあるので、それがこのバックインバックって感じでものすごく役に立つ。で、このね、ジップロックがね、またね、ジャストフィットなんですよ。このポーチに。だからこれをこう入れて、で、中に入れて、こういうアイテムをね、あと、スマホとか結構電子系の。そして蓋をしておけば、もう完全防水で、もう雨降ってきても大丈夫。雨の中移動するときも大体こんな感じで、やっています。はい、続きまして、このハイパーライトの DCF 素材のバッグの中に入っているものは、こんな感じになります。で、まず、この液体系、分けてさらに入れてるのが、ジップロックに入れてるのが、歯磨き、歯ブラシ、で、日焼け止め、で、歯磨き粉って感じになります。で、最近ね、ちょっと使ってるのが、このね、入れ物なんですけど、これ実は、コンタクトケース入れなんですよ。で、コンタクトケース入れの中に、トゥースペーストと歯磨き粉と、ボディバターですね。を詰めてます。はい。で、これね、ちょっと試していて、結構なんていうかな。コンタクトレンズってその液体を入れるから、液漏れしないように多分作られてはいると思うんですけど、でもね、液漏れするんですよね、最近。液漏れ結構しちゃうなってのが発覚して、
で、さらにこのジップロックの中に詰めることにしたんですけど、で、やっぱりトゥースペーストっていうか歯磨き粉は、なんかこういうね、チューブで持ち歩くのがいいのかなと思ってますね、最近。で、いろいろちょっと試してはいるんですけど、これがやっぱコンパクトで軽いし、で、これ意外とね、5、6回分使えるんですよ、このサイズで。これむちゃくちゃちっちゃいんですけど。うん。だからまあ、これよりは軽くなるし、で、液漏れもなくなるので、このチューブの方がいいかなと最近は思ってます。まあ、近々変えるかもしれません。はい。で、それから、ソーヤの浄水器。これはもう山登るときは必須ですね。デイハイクでも必ず持っていきます。で、水場で、これペットボトルに挿してそのままここから飲んだりとかします。で、あとは、トイレットペーパーと、ティッシュと、これもなんか、汗拭きタオルっていうか、体拭くやつ。で、これはまあ、キャンプとか、まあ、お風呂に入れない時に使いますね。で、トイレットペーパーは、芯を抜いて、コンパクトにして持ち運んでいます。それからガイライン。これ予備の、テントとかにも使えるし、例えば靴紐が切れた時とかも使えるし、なんかいろんな用途に使えるもので、必ず入れてます。サイズは5ミリだったかな。直径。で、耳栓。これも必須です。で、フロス。これもまあ、歯磨きセットですね。で、それからマスク。マスク、まあ使うことないんですけどね、これもね、まあ一応入れてます。まあ最近なくなったけどね、なんか一昔前ほら、マスクないと入れませんみたいな場所あったじゃないですか。入場できませんみたいなね。なんで、まあその時用に入れてるって感じです。はい、続いて撮影用のギアですね。はい、まず三脚から。これはマンフロットのエレメントシリーズ、カーボンシリーズです。で、そこに、このジッツォの、トラベラーですね。僕が好きなミニトラベラーの雲台をつけています。これで重量が 900g ぐらいになります。ものすごく軽い。そしてコンパクト。この長さが32センチかな。32センチしかないので、もうこの分かりますかね、コンパクトさ。まあ、さっきの画像の方が分かりやすいと思うんですけど、これもそのまま刺したりとかバックパックの中に入れて携行しています。で、まあ、ちょっとテスト的にね、最近導入したものではあるんですけど、若干、このやっぱりこう足の開きがさ、もう、まだ3、4回かな ?2、3回しか使ってないのにこれくらいの緩さになってるんで、結構ね、やっぱ緩いですね。ちょっともしかしたら昔使ってたジッツォのトラベラーに戻るかもしれない。まあ、かなりそのトラベラーに作りは近いんですけど、作りとかサイズ感とか重さは近いんですけど、やっぱり細かなところのね、細かな品質っていうところが、やっぱ全然違う感じですね。はい。で、続いてカメラ。まあこれはまあ、これも紹介してますね。ソニーの、ZV-1F、ZV-1F です。使ってます。はい。で、それからドローンですね、これ。で、これもね、僕特別ケースとかも使わずに、ジップロックに入れて持ち運んでいます。はい。それが一番軽くて、ただまあ衝撃には気をつけなければいけないので、そのバックパックの詰め方などで工夫するってことになります。で、予備用のバッテリーが2つ。で、これバッテリーがついてます。で、モデルは DJI の NEO っていうモデルです。はい。で、コントローラーですね。こちらもついてる。まあまあ重いんですけど、まあコントローラーなしでも操作はできるんですけど、やっぱり撮影にはあった方がいいので使っています。はい。で、一応ね、こう、国土交通省に登録をして、機体申請取得している状況になります。そうしないと日本では飛ばせません。重さが 135g なんですよね。で、100g 以下であれば飛ばせるんですけど、100g 以上は必ず申請が必要になるので、はい、そこだけご注意ください。で、それからこちらがモバイルバッテリーですね。はい、モバイルバッテリーは、今回はこれはいわゆる一体型のモデルです。もう一つ使ってるのはあるんですけど、これは4000mAh だったかな。アンカーのモバイルバッテリー。まあこれも紹介してますね、過去ね、動画ね。で、まあスマホ1.5回分ぐらい充電できる感じ。ただもうこれは
このままコンセントとしてそのまま使う感じなので、で、2つ2ラインあるので、USB-C を、例えばスマートフォンと、ドローンとか、スマートフォンとカメラみたいな感じで2つ同時に充電できます。で、それ用の USB-C ケーブル。で、ケーブルが2つ、USB-C が2つと、で、これはヘッドライト用ですね。うん。ヘッドライト用なんですけど。ただこれ USB-C じゃないんですよ、こっちがね。だからもう一つのバッテリー、モバイルバッテリーの時に使う感じです。で、これはカメラの予備バッテリー。はい。エレクトロニクス、電子関係はこんな感じです。以上です。はい、すべてね、詰めてみるとこんな感じになります。で、ご覧の通り結構ね、もうスカスカなんですよ、この辺。うん。だから、かなり、それぞれの持ち物をコンパクトにすることによって、かなり余裕が出ます。バックパックに。で、ここにペットボトル入れたりとかね、しますね。で、これくらいのサイズ感で、この三脚もね、なかなかコンパクトにまとまります。で、重さが2.9 キロ。はい。そんな感じです。